皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。埼玉県加須市、はい。ジョイナス RC ドリフトサーキットに来ておりまはい。す。島田選手です。どうも。チーム柴田のタクと言います。よろしくお願いします。お願いします。で、こちらが島田選手のマシン。はい。こちらです。こちらは GRK5。はい、GRK5。なんか特別やってることあります？そうですね、ちょっと大会終わって、いろいろちょっと変更しちゃったところもあるんですけど、はい、基本的にはフロント周りは、大会の時のままです。どうですか、今までチームトップラインとか、はい。他の車種を使ってたと思うんですけど、はい。この GRK に乗り換えて、1年目かなそうですね、まだ10ヶ月ぐらいですね。ですね。はい。はい。どうですか、この GRK っていうマシン、なんか特徴とかあれば。はい。まずは、やっぱり、その今あるシャーシの中では一番モーター位置が低い、いわゆる低重心と言われる車なので、振り出した時のその感性の少なさから、アクセルを早めに開けられたりとか、やっぱりその低重心を生かして走ることができるので、僕はそこはすごくこの車のいいとこかなと思います。低重心で、コーナリングがいいってことは、やっぱ踏んでけますよね。はい、めちゃめちゃアクセル開けられるっていうか、だからやっぱり旋回速度もやっぱ誰よりも速いかなところがこの車の売りです。ということは、戦闘力が高い。はい、高い。先日、タムタム名古屋店にて、はい、GRK 最強決定戦が行われました。そしてなんと、このマシンとこの方、見てください。はい、優勝でございます。はい。ありがとうございます。皆さんの本当応援のおかげでですね、優勝することできました。どうでした？楽しかった？楽しかった。楽しむのが一番いい。はい。楽しいの一番ですね。はい。ということで、今回は、島田選手の強さの秘密に迫ってみたいなと思いまして、GRK 最強決定戦、これを振り返りながら、ちょっとこの時どういうことを考えてたのかなとか、はい、ちょっと聞いてみたいなと思います。はい。柴田さんの YouTube で当日の模様がアップされているので、その動画を見ながらちょっと振り返っていただきたいなと思います。じゃあですね、まずこれは Day1 かな？ Day1 の単走1本目からですね、ちょっと見てみましょう。これ点数としては 90？ 1本目が 97.4 で、2本目は 97.85。はい。あんまね、97.85 はね、俺の点数と一緒なんだな。あんまね、伸びなかった。なんとかセカンドポイントで生き残ったみたいな、そんな感じです。なるほどね。ちょっとね、これ緊張してるんですよ。やっぱ緊張するっすか？ちょっと緊張してます。島田選手とあるも方が、はい。だいぶ緊張してますよ、これ。で、これね、またね、ウォーミングアップでね、なんだかんだいい走りをしたせいで、多分ね、そこでね、体力を使っちゃったなと思って。そうだ、マジで。はい。で、ウォームアップ、確かに良かった。さすがだなと思ったもんね。こっからなんですよ。僕の課題は。マジで。本当にね、単走は何年やっても慣れないんですよね。やっぱそういうもん。はい、だいぶね、緊張してます。マナピーの声で、島田匠1本目っつって。はい。この時はやっぱりこう車の車速を上げようって意識は？車速って上げようって意識はやっぱあったんですね。ただここでね、思った以上にぶっ飛んでっちゃって、ちょっとね、内心ね、やべえとか焦りながらやってます。やっぱ車速が思ったより乗っちゃった感じ？乗っちゃった感じです。ああ、そうなんだ。でもなんかそこの飛び出し以外をもうあとまとめた感じがあって、なんとかね、ここの飛び出たところを挽回しようとラストを頑張ってた感じですね。やっぱそこはすごいなと思う。結構他の選手飛び出しちゃうと後のリズムが狂っちゃう人が多い中、やっぱ後半全部決めてくるとこはやっぱさすがだな。はい。結構ギリギリね。ギリギリ。これね、これかなり相当焦ってる顔ですよ、これ。マジで
相当焦ってますよ、もう2本目行ってやるじゃんって焦ってると、やべえやべえ。やばいやばいって感じですよ、これ。目が泳いでるね。これね、ちょっと、これ焦ってますよ。うん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 。この時何考えてました？この2本目行このく時は、とりあえずまず点数を出しに行こうかなって考えてて、だから加速さっきより全然乗ってないと思う。はいはいはい。角度も、まあちょっと浅めよね。そうですね、ちょっと抑え気味で、まあそれでもやっぱ振りのキレとかは、まあ重視して、最後まで走ってたって感じです。なんとか、なんとかって言われてる。まあこの緊張してる中で、もう抑えてちゃんと決めれるところがすごいよね。これはね、もうね、だいぶ経験もありますし、やっぱ自分を信じることが大事ですね。ああ、なるほどね。もうね、この辺ぐらいからね、頼むからラインアウトしないでくれって気持ちでね、展開してた。ここまで来ちゃうと俺結構安心しちゃったんだよね、逆に。意外と最後で出てる人いるけどね、俺はあんまりはみ出る自信はなかった。この SG をね。SG 自分相当練習したんで。どういうところに意識して練習してた？やっぱり、なんて言ったらいいんだろう。意外と上から見てると、速度が出てないように見えてて、だから速度が出てる、いわゆる速度感を出すために、まあ、振りのキレを速くしたりとか、そういうところを結構こだわって練習してた。なるほどね。ちょっと前に、私の動画で、比較したフローをね、ちょっと編集したんですけど、まあ、やっぱその振る位置がすごく重要なのかなっていうふうに思っていて、だその辺やっぱ浅かろうがなんだろうが、綺麗にやっぱリズムを合わせてくるところが、すごいよね。重要かなって。やっぱ2本目はなんとか、点数的には思った通り、それとも、いや、もうちょっとね、伸びてほしかったね。気持ち的にはね、8点台で。そう、やっぱ8点台いけば、もういけるかなっていうところもあったけど、7.85 だとちょっとね、わからなかった。最後の最後まで俺緊張して待ってたんだよね、あれ。そう。だって最終組最後の組まで、どうだ分かんなかった。分かんなかったもんね。分からなかったから、本当に。で、くしくも、このタク選手の後に走った平野選手が単走優勝。はい。彼はめちゃくちゃうまかった。うまかったね。やられたなって感じでした。うまかったね。なるほど。まあ、そんなこんなで、とりあえず、予選は無事突破してくるところがさすがでございます。はい。車のセットとしては、どんなイメージだったのかな？アスファルトっていう、その普段走ってる P タイプと違う路面だってこととか、タイヤもね、新しく出たやつだから癖がわかんないし、まあ、もちろん練習してたからね、いろいろやってるとは思うんだけども。まあ、セットとしては、まあ、アスファルトってやっぱり、タイヤの角勝負っていう。タイヤの角を使って車を進めたり止まらせたりするっていうのが、まあ、昔からのあれで、まあ、そのイメージで、まあ、今年も持ってったら、まあ、見事に1本目ぶっ飛んでったんでちょっとね、この単走終わってやべえなと思ってた。なるほどね。特にそのアクアマンとか、この辺のセットアップとか、あと、まあ、バネダンパーかな。はい。その辺って普段と変えてました？足回り、いわゆる減衰とか、ショックに関しては、P タイルそのまんまで、アクアマンを結構、ナゴタムのコース走った時に、自分のは、平行に移動しちゃうっていうか、いわゆるカニ走りをしちゃうようなことがちょっと見受けられたんで、まあ、気持ちその最後をばらけさせて、斜めに車が走っていくようなセットにはしました。ちょっと旋回方向かな？旋回カウンターの内が引っ掛けながらこうぐーっと巻いていくような。そう。アンプとかジャイロは特にそんなにアンプとかジャイロはそんなに変えてない。結構ナゴタムって不思議な路面でアスファルトだけど意外と滑ったり。そう。すごくなんだろう。アスファルトっていう感覚でそのナゴタムに行くと
割と結構みんなが苦戦しちゃう感じかなと思って、はいはいはい。やっぱりその、なんだろう、自分も初めて GRK に出た時に、アスファルトだから、ある程度こういうセットでいけるかなと思いきや、向こうに行ったら、なんでこんな滑るんだみたいな、ってことが結構あったんで。やっぱあれだよね、ドーパーさんとか、そうですね。ARP さんとか、うん、やっぱああいう食うアスファルトが頭の中のイメージであると、そうですね。ちょっとそこでね、ギャップができて、はいはい。割と苦しむ人が多いのかなみたいな。だからね、来年も GRK は名古屋でやるっていう話があるので、まあ、ちょっとまだ決定してるか微妙なところなんですけど、そうもし来年出られる方は、ちょっとそういうイメージを持ってそう行かれアるといいかな。スファルト滑るよってそうそうそういうイメージを持っていただければ。でもやっぱその滑る中で、まあ、アンプとか変えずにこう指で路面食わしていくところはやっぱさすがよね。いやもうね、しんどかった。そう俺なんか指がないからやっぱスロットルカーブ入れてなるべくこうポロ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 ってこう路面に掴むようにしたりしてたから、まあ、そういうところの違いなのかなと思います。はい。まあ感想はそんなこんなで、やっぱさすがの島田選手ということで、続いてですね、ちょっと Day2 の水槽、こちらも振り返っていただきたいな。はい。はい、ということで、続いて、パークの、これは水槽1回戦ベスト24かな。はい。田原選手、ケンブロさんとの戦いになります。まあ、これは、で、対戦相手もよく知ってる仲というか、はい。ちょっとこう、ふざけ合ってるぐらい、ちょっとリラックスしてるようにそうですね。はい。思いましたね。うん。この時は何考えてました？もうスタート前。いや、この時、車のセットアップを変えてしまって、あ、変えたんだ。シミュレーションがあると思ってたんですけど、まさかのなくて、はいはいはい、ちょっとね、車大丈夫かなってところで、すごいちょっと心配でした。リアの塔かなんか？リアのキャンバーを変えましたね。あ、そうなの？はい。寝かす方向？起こす方向に、この時はしました。それは何を狙って？まあ、キャンバーが入ってることで、水槽で刈り込んじゃうんじゃないかなって予測して、で、割とキャンバーを起こして、なんだろう、まあ、合わせ重視っていうか、しっかりラインを取っていくっていうのをまず重視したんですね。で、まあ、この田原選手って、ものすごくやっぱ基本ができていて、綺麗な走りをして、走ってくるんですけど、まあ、それに対して対戦相手として、どういう入り方しようとか、組み立てみたいなのって何かありますか？そうですね、まあ、結構、田原選手の、まあ、単走を見てて、割と結構こう、しっかりアクセルとブレーキのメリハリがある選手だったんで、まあ、下手にこう行き過ぎちゃうと、自分が詰まっちゃいそうだなと思ってたんで、まあ、そこをうまくこう間合いを見ながら走ってたって感じですね、後追いは。なるほど。これまず先行だから、これは自分の走りをしようって感じ？そう、先行はもうとにかく単走のまずは走りをしないとっていうふうには思ってます。別に入られようが何しようが、とにかく自分の単走の走りをすると。そうです。逆に結果できてた？まあ、自分の中では割といい単走だったのかなと思ってて、で、水走をまず先行から走るのって、結局まあ、やられ具合っていうか、こう後で調整できるから、自分的にはすごくやりやすかったなと思って。結構ね、だいぶ入られてるんですよね、これでも。まあ、田原選手もパスが速いから、うまくストレート速度乗っけて振り出してる。ちょっとここで刈り込んじゃってるけど、この後もね、バツバツ入ってくる。同時に返して、綺麗なもんだ。このランクが出た時に、あれ、なんで俺逆にこんな点数入ってるんだろう、ちょっと、8？そう、自分の中で謎で、リプレイを見て、ようやく、あ、そういうことねってなりました。やっぱバキッと振って、単走の走りをしてるからっていう感じ。そういうことですね。まあ、綺麗だな、いいね。
やっぱこう先行はだから自分の走りをするっていうのをすごく重要視してる感じよね。ものすごく大事ですね。自分の走りを単走通りに走らせて。でツイストの後追い、はい。ここはまあ、後追いはとにかく、なんだろう、ついていきながら少しずつ自分は入っていこうと思ってて、はいまあ、特にこの3発のこの処理、帰りの3発っていうのは、結構みんな選手によってスタイルが異なってるので、なんだろう、いきなり減速する選手もいれば、結構3発をなんだろう、まっすぐ気味に行く選手もいるんで、まあ、そこをしっかり事前に単走で見ながら、こういう走りをする選手なんだなっていうか、情報は得てます。はいはいはい。まあ、俺も対戦相手が決まってない段階で、相手が誰になった場合はっていうのを一応ね、単走のチェックはしてたから、はい。まあそれでも負けたんだけどね。まあでもね、そういうやっぱり相手のどういう走りをしてるのかっていうのを見るのってすごくやっぱ大事だなって改めて思います。でやっぱり筑波ってこの3発3発じゃないですか。はい。だからやっぱその1発目2発目をうまく合わせて3発目に照準を合わせる感じ。そうですね、3発目で標準を合わせないと、結局2発目で合わせちゃうと3発目が離れてるし、なんだろう、やっぱりそのラジコンってなんて言ったらいいんだろう、かっこよく見える画角ってあるじゃないですか。はいはいはい。こう来たらかっこいいよねみたいな、そこに標準を合わせる感じで、筑波の場合は3発目に標準を合わせた方が自分はかっこよく見えるので、なるほど。そういう走りをこれはしてます。さすがっす。けどね、皆さん、これ実は追走前にタクに話したら、いや、俺は全部入り込むっすって言ってた。俺が3発目に合わせるのやっぱりって言ったら、いや、俺全部入るっすって言ってたの覚えてる？気持ちはね、そうなんですよ。気持ちは。それやっちゃうと、3発目が詰まっちゃったり、リズム崩れるから、すごいやっぱずるいね。全部入るって言うといて、ちゃんとね、3発目に合わせてくるから。さすがやね。ということで、これで24突破して、ベスト16にスタート。ベスト16ところ。次は。はい、じゃあ続いて、これはベスト16。はい。右京選手。はい。UK ワークス代表ね。はい。今、乗りに乗ってる UK ワークス。すごい、いろんな、結構サーキットでパーツ見るんで、LED がね、右京さんの GT はすごくかっこいいんですよ。かっこいい。これウォームアップの時は、あれやっぱり相手の走りを見ず、こう自分の調子を見てる感じ？いや、これ、ちょっとね、右京さんの走り見てました。前半区間。やっぱり、はい。見てから自分スタートする感じだよね。そうです。もう目が本気だ、2人とも目が本気だ。だって姿勢がいいもん。そう、姿勢いいんですよ。で、これはスタートして、ちょっと離れちゃったね、最初。そう、ちょっと離れたんですけど、ここからね、標準を合わせて。で、3発目に足。はい、わあ、さすがやね。で、ここでバチッと合わせていく。最初は角度が合ってないけど、徐々に合わせていくようなスタイルだったかな、今の。ここでね、ちょっとね、危なかった、今。ちょっと前走と後追いのその息が合わなかったところが、今のところですね。ここね、ちょっと角度が若干角度が浅いけど、ここからスーッと寄せて角度をここで合わせるっていう、はい、審査席の下で角度を合わせる、はい、いやらしいね、本当に。ちゃんとね、合わせてるんですよ。ここがね、ちょっとうまく合わなくて、自分がちょっと急いじゃったところに、右京さんが若干ちょっと減速気味で入ってるところにこう入ってきちゃったんで、ちょっとここで自分が戻っちゃった感じですね。ここでやっぱアクセル入れ直して離れちゃったりとかしてないからね、はい、ここはさすがだな。やっぱフロントのダも使いながら、ああいう時は、そうです。急走する感じ。はい。ここね。ちょっと内切りしながら、内切りしてるね。はい。戻ってます。
内切りして、もう戻らないように戻らないようにってアクセル入れてる感はい。じ。で、これはランク的には、先行も結構2奪があったりとかしてたんで、これもあれかな、途中、1.25 取ったのかな、うん、なんかあんまりそんないっぱい取ってなかった気がする。そうね、振り自体も同時振りって感じでもちょっと遅れてるけど、まあ、しっかりとってる。そうそう。あ、だから先行のランクがちょっと低かったんだね。そう、先行がね、気持ちちょっとランクは低くて、でも自分も後追いで最後合わせられてないかな。そう、そば切り審査員は8くれてるんですけど、日々の審査員はね、7.5 なんですよ。だから多分それは最後の戻りをちょっと取られての 7.5 だと思う。なんか喋ってるけどね、説明がちょっと聞こえないから今あれだけど。なるほどね。ちょっとコツッと当たってんもんね、最後。で、そっからの今度逆ね。はい。先行幕。もうこの時もまた一緒、1回戦と。この時も一緒ですね。自分の走りをしてやろうと。はい。このスタートはね、毎回一緒なのがすごいよね。もうね、これはね、本当に。ちょっとミスった、今。はい。若干まっすぐ飛んでっちゃって止めたね。そう、まっすぐ飛んでって止めたんですよ。飛ばし方向が。はい。思ってたよりアウトに飛ばなかったんですけど。そうだよね。ラインがちょっと内側だったの。ここで振った後の、この後の飛ばしがね、ここが。そう、ここがちょっとね、真ん中だもんね。まっすぐだったんですよね。だからここ止めてフロントタイヤで止めてはいはい、展開させてると。ああ、フロントで止める、さすが。でも綺麗にゾーンは通ってって、はい、まあ、ここからはまあリズム戻したよね。はい。右京さん、これまっすぐなんだ。はい。で、ここまで来たら、あとはもう展開していくだけっていう形で、で、特に、まあ、後追いでランク 1.25 取ってるから、ちょっと心に余裕がある状態。そうですかな。はい。後追いで 1.5 取られなきゃいいな、みたいな。はい。だ8と5だもんね。3ランクも取って3るから。ランク、先行で8取ってる。だこれはやっぱその先行の炭素の精度の良さ、はい。まあ、ここちょっとミスってるけこど、こはそうね、怪しいけど。まあ、8取れてるからやっぱすごいよね。うん。で、やっぱ炭素の1本目ってすげえ緊張するけど、水槽に進んでこう1回戦、2回戦ってやっていくと、だんだん普段通りに走れるようになってるよね。でもね、やっぱどんな人が相手に来ても、やっぱ自分はめちゃくちゃ緊張します。あ、そめちゃくちゃ緊張する。う。はい。ということで、これがベスト16で勝ち進んで8。はい。まず1個目後追いから。そうです。はい。後追いからスタート。ウォームアップも先に田辺選手のウォームアップを見ながらスタートする。その時はもうウォームアップなかった。あ、なかったんだ。はい。言ってたもんなんかめちゃくちゃ緊張してますよ。これ緊張してる。顔が緊張してる。ガチガチですよ。よく見たら。しかもこの青木の人速いんだよね。でこれ結構ね、速いんですよ。速いし、結構パキッと角度がつくから、そう、ここでね、あぶくだ。ここでね、正直ですよ、これ。はい。内心ね、終わったーと思いました。ここで、俺今年ここで終わりかーと思いましたよ。はい。ここもそんなに振らないで2発目で振って3発目に合わせるようにしたんだけど、ちょっと自分の、なんて言ったらいいんだろう、速度が落ちきらなくて、はいはい。もうちょっと角度つけてれば止まれたかもしれないんですけど、ちょっとね、アタック入りすぎちゃってフロントが走って当たっちゃってるんで、まあ結局当たるっていうね。その後はもうね、ミスをカバーしたいがために、とにかく近づいてやろう。づいて、角度を合わせるって気持ちが。そうなんだよね。田辺選手速いんだよね。速いんだよね。ここの走り方、タク違うもんね。そう。
あ、角度つくまでの時間がかかっとるね。今までだとパキってついてたのが、ニュルニュルってついてる感じが。その間に車が進んじゃってるから、まあ、やっぱ止めきってないって感じなのかな。まあ、とはいえ、先行で 0.5 取られちゃったのか。先行そうなんですよ、0.5。まあ、ここのミスで引かれて、その後の S 字で、まあ、0.5 に戻したみたいな。ああ、ここでワンランク引き下がって、ここで 0.5 取り戻して。ここで、そうですね。はい。はいはい。ここでね、もうね、スイッチが入りまして、いつも、さっき戦ってきた24、16以上にですね、スイッチが入りまして、はい。そこからね、ここでね、今深呼吸したね。いや、深呼吸スイッチ入ったね。めちゃくちゃ緊張してるよ、これ。もうぶっちぎってやると。もうここ車速全開で出てきたから、ああ、早かった。そう逆に今見るとよくこれ止まれたなと思いましたもん。で振りの切りはちょっとぬるい。はい。やっぱその分車速考えたんだね。どっちかっていうとやっぱ車速にね。車速ここ上げれれば、はい。まあ 0.5 取られなくて済むもんね。ここ入られてたら 0.5 取られちゃうから。そう、取られちゃうから。で、離れると後ろも焦るもんで、そうなんです、ちっちゃくなって、そうだから先行のランクも下がる。で、離すことで先行のランクは上がるか。はい。後追いが下がってたから、まあ1ランクぐらい変わっちゃうのかな。で、ここはなんかね、田辺選手すごい挟み構えて、はい。すごくいい位置で、いい位置いい角度の合わせでしたよね。180のツインドリはね、かっこいい。かっこいいね。かっこいい。かっこいいね。この後追いがゾーンを取らないのって減点されますか？これは減点されます。っていうのも、後追いもあくまで3走っていう走りがベースにある中での、その先行に対する近さであったりとか、角度を合わせるってことなんで、あんだけやっぱりちっちゃいラインで来ちゃうと、どうしても、食い込んだとしてもランクにあんまり響かないんですよね。まあ、サドンデスになってね、よかったの一言ですよ。本当に。終わらなかったって。よかったって感じです。だから両方先行がランクが高い、ね。はい、そうですね。後追いで勝ってた人はいなかったみたいな感じだったね。もうちょっともうボケっとしてますからね。よかった。ちょっとお腹かいてるもんね。お腹が、お腹が、何かを見てる。サドンデス1本目。これ、この時が初のサドンデス？これそうです。初のサドンデス。この時からもうね、当たんないように当たんないようにね。よく当てずにいったよね、これ。これギリギリで。これね、これいろんな技を駆使してやってますよ、これ。あ、そうなの？これ。これいろいろやってますよ、これ。いろいろやってる？はい。ちょっといろいろ解説してもらわんとな、わからんな。ここでね、さっきここでタイヤ当てちゃったんで、次はちょっとドアの位置を狙いながらね、こう入ってってるんですよね、ここで。はいはい。からのこの S 字先振りしてますからね、俺。ほら。本当だ。3発目だけはちょっと遅れてるかな。ちょっと遅れたけど、まあでもそう、後半に合わせて標準を合わせてますね。これも取ってったね。これ 1.5 ランクじゃなかったかな。はい。ただね、天候の走りがね、良かったんですよね、結構。何なんだね。はい。ここね。この田辺選手の走りがその1本目とサドンデスと、はい。やっぱあんま変わってない感じがそうですね。しますよね。だから逆に合わせやすかったことはある。うん。ただでも同じ感じでいくとさっきみたいに当たるなとは思ってたんで。なるほどね。悪夢再び。はい。いや、これね、後追い合わせられてだいぶ俺ね、ヒヤヒヤしてたんですよ、これ。ぴったりだもんね。で、当たったんだ。ちょっとね、ここで、
ランクに果たしてここは響いてるのか響いてないのかわかんないぐらい当たってたから、ここがね、上手に合わせてたよね。いや、うまいんですよ、彼も。で、角度もね。そうそうそう。いや、ものすごくね、彼うまいんですよ。どこで引けなかったの？やっぱ俺バンパーついてて、ちょっと長かったのかな。バンパーで助かった。バンパーで、助かったのかな。まあ去年の GRK のコースって後ろが長いとちょっと不利だったりそうですねだけど、。今年のコースって別に後ろが長かろうがそう関係なくて、壁がなかったから、そうね、逆に長い方がこうゾーンに入ってるように見えるかなと思います。そうだね、壁もあるけどやっぱ隙間を取ってくれてるんで、非常にどんなボディでも出やすい、そうですね。長い R31 でもはい。全然いけるっていうはい。レイアウト。なので、うちのチーム柴田のルリ君なんかはね、今年3-1で出てます。はいはいはい。0.5 の差？ 0.5 の差でしたね。危なかったね。危なかった。まあ、ただ自分はその前走の走り8ランク取れてたんで、割とその、まあ、いわゆる減点されてない走りがこの時はできたのかなとは思いますね。結構コンスタントにね、先行で8位取ってるよね。はい。だから今までと同じ走りをすれば先行で8取れるなっていう自信もあった。そうですね。はい。でこれがベスト4。はい。ベスト4です。中村春人君、彼はチームレイブ D ですね。上手だよね。はい。めちゃくちゃうまいですよ。これもウォームアップなしで一発こ目のウォームアップなしですね。なんだけど、まあ、彼が飛び出しはい。があって、で、こっからがね、彼早かったんですよ、すごく。すごい角度ついてるね。そう、すごいね、角度がついて展開するから、ちょっとね、自分も引き気味だったんですよね。ここもうまい具合に合わせてくるね。そう相手に若干角度が浅い状態で進ませて、そう後でこう、封印そう鼻をねじ込んどいて角度合わせていくみたいなところが上手よね。ここ冷静だね。ここね、そう、冷静なんですよ。これもう先行が角度つけて旋回する選手だっていうのは事前に分かってた。この選手はどっちかっていうと、帰りの3発がすごい速い印象で、結構そこに焦点を合わせたから、割と、なんだろう、帰り重視っていうか、加速で離されないようにっていう意識はしてますよね。なるほど、ね。ここから。ここで2ランク取ってって、はい。先行の現ランクもあり。そうね、先行6だもんね。はい。先行がタックと同じ8取ってたら、8、8イーブンだったのかな。いやー、そうですね。かなりまずいですね。やられるパターン。後追いの分で 0.5 とか取れてたかもしれないけど。はい。で入れ替え2本目で、まず先行。もうベタベタよ。いや、もうほんとね、めちゃくちゃビタビタにやられて、いや、これ、角度合ってんじゃん。そう。ひっくり返されちゃうかなと思ったんですけどね。これは中村選手の気合を感じたよね。いや、めちゃくちゃね、気迫な走りでしたよ、これ。すごかった。すごい調整してるもんあって。この辺も、なんなら俺より食い込んでるんじゃないか。食い込んでるし、なんか位置取りもいいよね。ここだけちょっと内側入ってるかな感はあるけど、すごくいいところに。これ待って、これもうまく待って。そうね、ここでちょっと待ちきれなかったのかな。入りすぎちゃった感はあるよね。ありますね。で、ここで鼻突っ込んで角度合わせて、いや本当にね、すごいとこ入ってるんですよ。そうだよね。そうだよね。本当に、ドアトゥードア、タイヤトゥードア。こことかすごいいい位置にいるよ、これ。理想。
いや、もうほぼほぼゼロ距離ですね、これ。パーフェクトって感じです。待ってるよね、うまい。サイド引いて。だからここで詰まったね。そう、ここでね、ちょっと多分やりすぎちゃったんだろう。でやっぱそこが減点されてんのかな。他勝ってるけど 8.57 か。はい。ただ 1.5 ランク、まあ取られてるけど、やっぱその最初の現ランカーって6っていうのが効いちゃったのかな。そうですね。まあ、蕎麦切審査員もおっしゃってたんですけど、やっぱ先行でのミスをするかしないかっていうのは、すごく大きい。ああ、やっぱそうなんだ。どうしてもやっぱ現ランクがあると、そこでこう後追いに全部持ってかれちゃうんで、やっぱり先行でのそのミスっていうのは、すごく大きく響いてくるんだなと思いましたね。綺麗に先行走るってやっぱすごく重要なんだね。はい。ただ入られちゃうけど。入られるんですけど、その分やり返せばいい。そこよね。そこの技術かな。やり返せば。ということで、これでベスト4を勝ち進んで、次がもう、これ伝説の決勝ですよ。はい。ということで、続いて、伝説の決勝戦。はい。もうね、柴田同士ね。ラストの、本当でもなんか D1 みたいですよね。そうで、またこれが相手がいつも一緒に走ってる吉羽選手。はい。だから、隼人の癖も分かってるし、そうですね。逆に向こうにも癖分かられてるし。癖分かられてるし、みたいな。お互い手の内してるみたいなね。でもどう楽しかったんじゃないもうこの時は。いやね、楽しいと、緊張がね、もう入り混じって、もうね、ぐちゃぐちゃにしちゃう。マジで。ちょっと顔が若干、今までよりは柔らかい気がするよ。でもね、内心バクバクです。マジで。はい。心臓飛び出るんじゃないかと思いました。もうやってやるって感じで。はい。今まで対戦、いろんな大会でしてて、はい、対戦成績ってどんなもんなんですか？あんまりやったことないの？いや、やったことは全然あるんですけど、あんまね、気にしてないです。でもね、半分半分ぐらいかな。なるほど。いやね、この人ね、本当にうまいんですよ。うまい。本当うまい。なんて言ってんだろう。引き出しが上手。多い。なんとなく俺から見てても、まあ、2人ともうまいんだけど、ちょっとタイプが違うかなっていう感じがしてて、だその戦いがどうなのかがすごい楽しみだった。そうですね。瞑想中。はい、目をつぶって一回深呼吸しますよ、ここで。ね。はい。もう会場のボルテージは最高潮よ、この時。はい。スタート一瞬、隼人が少しちょっとリードした感はありますね。ここからまあ標準合わせて、もう揃ってるもん、ここからね、ここから入ったよね。これね、最後綺麗に合わせてる。これやっぱ内心来たなと思った。いや、ここの段階ではまだ来たなとも思ってなくて、この辺でね、もうちょっと寄りたかったなとは思ってますね。一瞬吉羽選手少し戻ったよね、角度が浅くなった。ここでね、バチッと、きちっと、これ綺麗に入ったな。見てください、この角度。これはね、これは来たなと思った。見てるこっちはね。まあ、でもね、ここで 1.5 ランクなんですよ、実を言うと。で、1.5 って、その人で全然巻き返してくるんですよ。なんなら2ランクにして巻き返してくるんですよ。だからちょっと、もうちょっとやればよかったなって今回もあります。1.5 じゃ足んないなって感じ。ちょっと様子見ながらあまりにも行き過ぎちゃった。もっとバチバチいってよかったなって感じだ。コースアウトスレスレ。で、これ審査にちょっとテストでの時間かかってる感じかな。
で1.5ランク取った状態で、じゃあ次は2ランク取られないようにしようみたいなってなんか考えてた。いやもう取られる、なんならもうサドンデスに入っていいと思ってああ、なるほど。取られてサドンデスかなって思ってます。ここね、これね、やってる本人はね、めちゃくちゃ入られて焦ってるんですよ、これ。そうなの。ここも。やべえ、合わせられたと思って入られるんですよ、てるね、これ。確かそうで、これ自分ね、ここで、振った直後にカウンターを戻してるんですよ、ここで。に。はいはい。で、フロントタイヤでブレーキをかけてるんですよね。あの速度でいたら多分ね、ぶっ飛んでくる。で吉羽選手ももうだいぶ刈り込んじゃってるね、ここでね。うん。ちょっとやっぱ焦りっていうかね、これが早すぎちゃったんです。でもここね、ちょっとインカットしてるんですよ、実は。ああ、そうなんだ。審査で言われてなかった。ここ上手よね。うまい。ここうまい。もうだってタイヤ合わせられても。俺が同じ状態だったらもう内側入ってっちゃうもんね、ここ。これよく溜めながらこう耐えるよね。やっぱちょっとちっちゃいラインだったのかな、後ろが。この辺が審査員の評価にどう出るか。そうなんですね。ここはね、多分タクが一瞬こう戻ろうとして焦ったのかな、後ろ。かもしれない。やべえっつって。で、ここでワンランク取り返されたけど、はい、0.5、こっちがアドバンテージです。まあ、勝った感じ。はい、ということで、おめでとうございますと。はいいうところで、はい、これね、もうお腹痛くてしょうがなかったですね。緊張がほどけて、はい、緊張ほどけてのお腹痛かった。わかる、俺も緊張ほどけるとね、すげえ胃が痛くなるとか。胃が痛いんですよね。そわかります。う。まあ、そんなこんなで振り返って、どうです思った追走ってできた？まあそうですね、車のセットアップを変えてからは、本当にもう車がなんだろう、まあ自分の思うように割と動かしやすくなったんで、まあ、こういう形でいい追走ができたのかなとは思います。いやね、本当ね、かっこよかった。かっこよかったし、多分そこにいたみんなが、あんな追走自分もしたいなって多分思ったと思うよ。はい。だからまあね、こういう素晴らしい大会を柴田さんが開いてくれるんですけど、まあ、それとともにこういう素晴らしい追走、はい、素晴らしいドラテックを見せて、まあ、吉羽選手、島田選手には、柴田の魅力というか、GRK の魅力を伝えていただいて、そうですね。まあそうですね、今回の、まあ、自分たちの決勝戦を見て、まあ、一人でも、まあ、最強決定戦に出たいなと思う人が増えてくれたら嬉しいし、そうね、まあ、そこからやっぱり GRK の楽しさをね、皆さんにしていただけたらなお嬉しいです。そうね、多分ラジコンやってない人もかっけーってなったと思うよ、これ。はい、柴田 GRK レーシング、はい、はい、補足してまだ1年経ってないぐらいですけども、1年経ってないですけども、まあ、来年の抱負は？来年はですね、まあ、世界を取りに行きたいなと。おー、すげえかっけー。はい、じゃあ俺、カバン持っていくわ。持っていくわ。お願いします。ということでね、はい。島田選手にちょっと GRK 最強決定で理解していただきました。はい。はい。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。